After Six Junction 2。聞けば世界の見方がちょっと変わるといいな。ビヨンドザカルチャー。ディズニー創立100周年作品ウィッシュ公開記念。ディズニーが描いてきたウィッシュ、すなわち願いとは何だったのか特集 by 荻上チキさん。よいしょ。はい、早速ゲストをお招きしましょう。 TBS ラジオ荻上チキセッションでもおなじみ荻上チキさんです。チキさんいらっしゃいませ。お願いします。お忙しい、お疲れのと今日もお疲れ様でございました。お疲れ様です。はい、ということで改めて説明不要ではございましょうが、荻上チキさんのご紹介です。荻上チキさんはメディア論を中心に政治経済社会問題文化現象まで幅広く論じる評論家です。また NPO 法人ストップいじめナビ代表や社会調査支援機構チキラボの所長も務めています。主な著書にウェブ炎上やいじめを生む教室、ディズニープリンセスと幸せの法則などがあります。はい、もちろん毎日セッションでね、本当に我々も勉強させていただいて、ありがとうございます。素晴らしい放送をされておりますが、そこでは出し切れないね、はい、切ない気持ちというのをこちらで切ない気持ちのゴミ捨て箱とアフターシックスジャンクション2でですね、切ない気持ちのこれはね、そういうラップの歌詞があるんですよ。そうということで、スプラトゥーン3特集であるとかね、MCU 話とかいろいろやってますけども、前にあれウィークエンドシャッフル時代でしたっけね、ディズニーそのプリンセスものというかな、まさにアナ雪のタイミングで一回ね、10年前ですよ。あ、そんぐらいになるか。アナ雪からね10年経ったっていうと大体の人が衝撃ですよね。だからその10年を最近と感じる感覚になってしまった感というかね、そうなんですよ、ことかもしれないけど、はい、ということで、今回はそれアナ雪から10年だしディズニー100年ということでちょうどね、ウィッシュもやられているということで、ちょっと今回は改めて久しぶりに特集していただこうと思っております。まずは15日に公開されましたディズニー最新作ウィッシュ、この話をしたいと思いますが、まずどんな作品なのかあらすじをちょっと言っておきましょうか。はい、ウィッシュは2023年ウォルト・ディズニー・カンパニーが創立100周年を迎え、その記念作としてアナと雪の女王のスタッフ陣が制作したミュージカル作品となっています。あらすじは、願いが叶う魔法の王国に暮らす少女アーシャの願いは100歳になる祖父の願いが叶うこと。だが全ての願いは魔法を操る王様に支配されているという衝撃の真実を彼女は知ってしまいます。仲間と共にアーシャは立ち上がる。願いが私を強くする。願い星に選ばれた少女アーシャが王国に巻き起こす気とはといった内容になっています。はい、ということで現在も公開中ウィッシュでございます。まずチキさん、こちらどうご覧になったかという。そうですね、評価がなかなか難しいというのは率直なところではあるんですけれども、ただその100年あるいは10年とディズニー史っていうもので見るとすごく構造的に面白く見れるんじゃないかっていうふうに思っているんですね。で、探索として100周年の記念碑的な作品でもあるので、ディズニー100周年 DVD みたいな格好でもしみんなもらってたら、すごいハッピーに鑑賞したと思うんです。一方で最近ディズニーやピクサーに対する期待値がものすごく上がっているということもあることから、すごく今回の作品ってオーソドックスなディズニーものっていうものをある種再現しながら、そこからの変化っていうものを丁寧にほぐしていきつつ、子供にも大人にも分かりやすくしているので、新しさっていう点で言うとなんか見慣れたものだなって肩透かし食らう人も多いと思うんですね。そこは評価が分かれるところではあるんですけれども、ある種の補助線を引いてみると、なるほどこれをあえてこう描いたのかみたいな、なんか知的な楽しみ方をできるんじゃないかなと思いました。すごい、ある種メタ的っていうかね、そのディズニー作品そのものに対する言及っていうか、もっと言うとちょっと後で僕もついさっき見てきたんで、ちょっとなんかこれすげえ深読みできるなとか思いながら見ちゃったんですけど、快楽っていう格好ですごい映像とかかっこよかったっていう風に分かりやすく快楽っていうものはある程度抑えられた上で、しかし待てよって意見交換していく中で、我々のディズニーは確かにそうだったなみたいな、そんな会話が繰り広げられる作品ですね。これ補助線っていうのはこれ後ほども出てくるんですか、それともここでしちゃいますか。後ほど一個一個やっていこうかなと思います。ちなみに私はだからそのちょっと深読みの部分ですけど、なんかこう国を作ったその王国を作った初代王の絶対性から解放される話って考えると、そのなんていうかな、もちろん夢を解放したディズニーっていう置き方なんだけど、でも100年目にしてその我々はもうウォルト・ディズニーの呪縛からこっから先は放たれますみたいな、
そういうことみたいな。私も割とそういった見方をしていて、この作品の中では魔法というのが出てくる、で王国が出てくる、これ典型的なディズニーの舞台装置なんですよね。ところがこれまでの魔法や王国と描かれ方が違うのは、王国は支配の象徴であり、なおかつ魔法もまた人々をコントロールする道具なんですね。つまり王国というのが幸せの象徴だったこれまでの作品と、魔法が自分たちの願いを叶えるための道具であったものから、ある種逆転した描かれ方をしている。これさまざまなプロモーションの短いショート広告なんかもね、見た方にも伝わっている内容だと思うんですけれども、その支配された魔法というものをどう取り返すのか、それが描かれているという意味で、実はこの中には2人のディズニーが描かれていると見ているんですよ。面白い。で1人は王様として描かれているマグニフィコという魔法で人々の願いを独占するキャラクターで、でもう1人は主人公アーシャのおじいさんがちょうど100歳なんですよね。でその100歳のおじいさんの願いを叶えてあげたいんだけれどもっていうところで、個人的にはビッグドリームとリトルウィッシュを対比させて、大きな願いをドンと叶えるために搾取するっていうよりも、小さな日常の願い、そうした願いを大切にするっていうものとの対比を描こうとしている作品かなっていうふうに見ましたね。なるほどね。面白い。2人のディズニーか。なるほど。ものすごい意地悪なね、解釈すれば、夢を管理している会社ってそれすごいディズニーっぽいんだけどとか、お前やっていうそういうでもちょっとそういう見方もできうる作りになってるところがやっぱ面白い。さっき言ったそうですね、ちょっとある意味知的な興奮があるっていうか、我々は人々にその大きな夢を与えていたつもりで、いろんなウィッシュとかを管理してしまっていたのではないか、それをつまらない願いだとか、あるいは世の中に有害な願いだっていうことを査定してしまっていたのではないかっていうことを王国の内部から疑問に持つっていう物語なんですよね。ひょっとしたらやっぱり100年を節目にディズニーもこれから我々ももっと変わっていくんだっていう意思表明にも見えなくもない。ある意味この作品というのは、これからディズニーがどこに行くかっていう作品でもあるんだけど、ある意味この10年ディズニーはこういうふうにしてきましたっていう総まとめでもあるんです。だから今回のウィッシュを振り返る上では、このディズニーの100年だけではなくて、この10年間、特にアナ雪以降の10年間をまとめて振り返ると、なるほどウィッシュはここに到達したんだなと見えてくるという感じですね。なるほどなるほど。これはいいですね。なんかちょっと作品だけボケっと見てたらね、ちょっといろんな言い方できちゃうんだけど、いやでもなるほど、さすがという感じでございます。じゃあちょっと本題の方行きましょうかね。2023年、日本では2014年3月に公開されたアナと雪の女王フローズン以降、ディズニーが多様化する幸せなモデルを描いてきたというねことなんですけども、実際どういうことだったか、この10年間じゃあね、ディズニーが描いてきたものをトピックごとにご紹介いただきますと、改めてではアナと雪の女王とは何だったのか、ということをちょっと振り返っておこうかと。そうですね、10年前この番組に出た時にですね、この番組というかあの時はもうウィークエンドシャッフルですね、に出た時に少しお話したのが、アナ雪がいかに斬新だったのか。それはディズニーをコード1、コード2、コード3と3つの時代に分けて、初期プリンセスというのは王子様によって幸せを達成する、で末永く幸せに暮らしましたということで、恋愛婚姻などによって上昇して解放される女性というものが描かれたわけですね。ですっ飛ばしまして90年代前後になると、リトル・マーメイドやアラジンや美女と野獣といった作品で、女性がより自律的になりつつ、自分が主体的に男性を選びつつ、自由恋愛でありつつ、なおかつ相手の地位や名誉というものよりは相手とのコミュニケーションの過程の中で愛が育まれるのだと、一つの主体性というものが獲得されていったということになるわけです。ただしこの第一次の、1コード1のディズニーコード1の時代とディズニーコード2の時代は、やはり恋愛によって何かが達成されるというところは踏襲されていたんですね。でその後ディズニーはいろいろな作品を生み出していくんですが、その中でようやくスマッシュヒットとなったのがアナと雪の女王。このアナと雪の女王の作品の中では、アナとエルサという姉妹の物語を描きながらも、実際はそのアナが誰か恋人となるパートナーを探している。それが例えばハンス王子なのかクリストフなのか、そうしたものを描いていく中で、最終的にはシスターフッド、要は姉妹間での和解の話になっていくと、つまり恋愛からの解放であったり、恋愛以外の愛の形もあるということを明示的に作品に描きながら、いろんな関わり方がある男性性の有害性もあるということを作品内で実は盛りだくさんに描いていた。その新しさや、あるいはその現代性というものがすごく評価された上に、CG 描写であるとか、それから歌であるとか、それらのクリエイティブが本当に完成度が高かったので、ここまで来たかというようになったのがアナ雪、今から10年前の出来事でしたね。もうここでもうすでにね、結構かなりのところまで到達してるなって感じしますけど。到達してますね。
まあ、ある種こう完成というかね、はい、でそこから10年どうしたかというのをじゃあ伺っていこうということになっております。3つのキーワードに、分けてお話しいただきます。この10年を読み解く最初のキーワードはこちらです。ディズニーによるディズニー批評。はい、もう先ほどもね、はい、だからウィッシュはまさにそれをギュギュッとこう、凝縮したような感じですけども、はい、10年間ずっと要するに過去のディズニーがやってきたことっていうのをちょっと批判的客観視みたいなのをしてきた、ってことなんですか。そうですね。この10年間そのウィッシュ自体もとても批評的な作品で、そのウィッシュの作品の中ではいわゆるそのアイウィッシュソングと呼ばれるいわゆるそのミュージカル映画の中で繰り返される代表的な曲、で主人公が一体何を描いているのか何を望んでいるのかをオープニングで歌うっていうものをアイウィッシュソングというんですが、そうしたものを歌ってそれがリプライズでどういうふうに変わったのかを描く、典型的なこうミュージカル映画なんですね。ところがこれまでのディズニー映画もミュージカルではなかったとしてもこういうそれぞれが何を望んでいたのかっていう段階において恋愛以外の自己実現というものを描き続けてきたわけです。で一番わかりやすいのはシュガーラッシュオンライン2、2018年の作品で、この作品CM なんかでね見たという方もいろんな過去のプリンセスたちが出てきて、でそれぞれのプリンセスある種メタ的にこう言及する、要は強い男の人に守ってもらって問題解決したというふうに周りに思われてるっていうのがプリンセスの証だっていうことを作中内でこう言及して、ある種パロディ化したわけですね。でなおかつこのシュガーラッシュオンライン2の中では主人公のバネロペというキャラクターが本来はミュージカルでない作品にもかかわらず一曲歌うというシーンがあるんです。でそれがそのスローターレースというその過激なレースゲームの中の住人に自分はなりたいと、シュガーラッシュという可愛らしいレースゲームの中ではなくよりも野蛮だというか過激な、ハードなやつにもうのめり込んでこの世界の住人になりたいというふうに歌うときにアイウィッシュソングを歌うんですね。でこれまでのディズニープリンセスのアイウィッシュソングは誰かと出会いたいとかこの退屈な世界を抜け出したいとか、そうしたことを歌っていたんだけれどもそれは誰かとの恋によって成就するのだ、例えばリトルマーメイドなども海の中の暮らしではないところに憧れ陸に憧れた先に王子様がいるっていうそうした話だったんですね。ところがこのシュガーラッシュオンライン2の中で歌われた曲というのはアイウィッシュソングというのは、ある意味友情を育んでいるラルフから離れて一人暮らしをしてこの街に旅立ちたいという友愛からもちょっと距離を置きながらも自己実現自己愛というものを模索をするという物語だった。ここに来てディズニーはこれまで恋愛ばかり描いてきたけれども友愛も描くし自己愛も描くよと、愛というその一つの傘の中にいろんな愛があるということをちょっと描き足りなかったということが、この作品の中で言及されたんですよね。アナ雪2もアナ雪ではさその友愛でみんな仲良く暮らしましたってのがもう仲良く暮らす必要ももうないじゃんってとこもねやってましたもんね。そうですね。だからシュガーラッシュの中でもう一人の主人公であるラルフは具体的にそのバネロペをこう見送るっていうそうしたようなそのポジションというものになっていくわけですよ。そうするとその遠距離でありながら友情というのはリモートでもこう支え合える、あるいは大事な人の夢を応援すること、つまり自分と共に夢を叶えるのではなくて夢を叶えようとしている仲間のことを応援するっていうところにたどり着いたわけですね。でこれが新しかった一方でこの間ディズニー作品はアニメではなくて実写化でもいろんな成功作品も生んでいるわけです。でそれがマレフィセント、美女と野獣、アラジン、そしてディズニープラスで公開されたクルエラなどは過去に出てきたさまざまなキャラクターあるいは作品をリブートすることによって新たな解釈を盛り込みつつ実写映画としても壮大なスペクタクルを描きながら、しかし今まで描いていた作品とはちょっと違うってアレンジの部分で現代性を交えている。例えばそのアラジンであればアニメ版だとその具体的なジャスミンというキャラクターはどちらかというと最後にこう人たち入れるっていうような仕方でヴィランに立ち向かうことはあるんだけれども、やや守られる側であった。ところがアラジンの実写版だとむしろ王国を率いる次の王になるという決意をするっていうことが描かれたりするわけですね。なのでこの過去のディズニーと今のディズニーを比べる作業を通じて見てる人が自然とディズニーに対する批評をしたくなると、消費ではなくて語りたくなるというようなそういった仕組みが仕込まれてきたということになります。しかもそのクラシック作品も気づくとなんかこう全体にアップデートされてるっていうか、あれ古臭いよねっていうままじゃない、ちゃんとこうその語られたり批評的に作り直されることで、気づけば全体
なんていうのアップデート底上げされてるっていうかさ、そうなんですよね。今例えば白雪姫などを見ると、一番楽しいのはやっぱり7人の小人とのシーンで、となると友愛可能性も実は白雪姫に描かれていたと、でその時はなんとなく王子様との恋愛というところに着地して納得した感あるけれども、あれ友愛で良かったんじゃないみたいな可能性も振り返ると発見できるってぐらいにはリッチな表現が散りばめられていたと。確かに別に王子様来なくても、そうです楽しくやってたそうですよ。なんか女王がその復讐を諦めて、でナンバー2でもいいやってなって、平和でしたね。平和でしたよ。全然だからそうかお前関係ないな後から来てみたいな魔女が来ることもなかっただろうし、あとその楽しい暮らしを中断させるって意味でお前も同じやんみたいな、そうですね、だって涙ながらに小人を見送るわけですよ、ね、泣くぐらいなら一緒にいればいいじゃん、っていうか別にそんな距離じゃねえだろみたいなねなかなかね馬車でそれなりの時間かかりましたけどね、なるほど、まあでもねなるほどだからそこら辺を周到にだからそのもともと持ってたポテンシャルすら回収するということです、このようにそのディズニーがディズニーって何を描いているのかっていうことをメタ的にこう提示しながら批評空間に人々を巻き込んでいきつつ、その都度その都度の確かにこれは共感できるっていう共感ポイントをリアルとして埋め込み続けていった、そうした非常にこうチャレンジングな10年間だったというふうに言えるでしょうと加えて言うとやっぱりみんな SNS でねその感想とかあれする時代だから、それとも合ってますもんね。そうですね、でなおかつそのイースターエッグというかちょっとした仕掛けみたいなのが今回の作品はとても多くて、で例えばその I wish song というふうに言いましたが、今回タイトルがまさに wish、でこの wish というキーワードは過去のディズニー作品でも何度も歌われてるんですよ、星に願いをとか、あと白雪姫の曲でもそうですけど、何度も wish っていうのが描かれてた中で、今回の wish の曲の中では、その今以上のものを私たちの手にください、これ直訳するとそういったことが歌われてるんですけれども、Something more for us って歌われてるんですね、つまり主人公のアーシャの願いだけじゃなくて私たちの願いを私たちの手にっていうのことが歌われていて、誰かによって叶えるのではなく、私たちが叶えるから返してよっていうふうに歌うわけです。言っちゃえばねちょっと革命の話でもありますもんね。革命の話です、だからそういった意味ではその王様とか王子様に頼るのではなく、私たちはもうすでに力を持ってるんだから取り戻そうっていう一つの宣言の映画でもあったんですね。確かにはい、ということで、まずはこの10年間一つ目のキーワードディズニーによるディズニー批評という部分を挙げていただきました、続いてのキーワードはこちらです。有害な男性性、脆弱な男性性。はい、この有害な男性性、脆弱な男性性というのは、ウィッシュの中でも実は描かれてはいるんですけれども、まさにこうヴィランとして描かれるキャラクターというのは、ディズニーの中では2パターン大きく分けることができる。他にも分けることができるんですけど、一つはものすごく権力欲であるとか支配欲に満ちた男性っていうのと、それから他人を妬み自分の美にこだわる女性っていう、ある種のステレオタイプ的なヴィランというものが繰り返し出てきたということがあるわけですね。でこの描かれ方のヴィランもどうなのかって批評もこれまでたくさん存在してきたんですけれども、今回のウィッシュの中で描かれてきたのはその前者の権力に固執する男性というものが、あえておそらくあえてだと思うんですけども、典型的に描かれ直したということになるわけです。でしかしながらそれを描いた上で立ち向かうのは主人公たち、誰か王子を待つ、誰かの魔法を待つのではなくて、自分たちの手で立ち上がるというものを描き直した、だから途中まで見慣れた光景なんだけれども少し違う要素というのが盛り込まれている映画なんですよね。確かにだからさっき言ったようにある意味革命で勝つから、ね、なかなかないかったかもしれないですねあれね。そうですね、魔法で勝つ、魔法はあくまできっかけであって、そうですよね、人々をつなげて勝つっていう、人々が立ち上がったから勝ったってことですもんね。そうですね、勝ったかどうかは映画見てほしいんですけど、勝ったっていうのは勝ったの定義とか、勝つでしょびっくりで負けましたとかなかなかね失礼いたしましたでこういったその有害な男性性とか脆弱な男性性は実はこの10年間繰り返し描かれてもいたんです。というとアナ雪の中でもそれこそそのクリストフであるとか、ハンス王子というのは有害な男性性とそれから脆弱な男性性、あるいは弱虫というか勇気が出ない男性とか、そうしたものの対比が作品の中で描かれ続けてきたんですね。で何が有害なのかというと、やっぱり他者を支配しようとしたり、あるいは誰かをステレオタイプ的に扱おうとしたり、そうしたキャラクターというものが人々にとって毒だよねっていうことが、アナと雪の女王の中でももう一度描かれたわけです。
でその後の作品の中でも、例えばシュガーラッシュでもラルフがバネロペに対して友情としての独占欲を出したがゆえに、インターネット上を巻き込むような自分の友達は自分だけのものっていうアピールによって周りをどんどん巻き込んでいくっていう有害性を見つけた、それに対して自己対話をした結果、見守るのが友情だよねって納得するっていう、一つのセルフケアにたどり着いたわけですよね。でモアナと伝説の海という作品、私は好きなんですけれども、この作品の中では英雄マウイによって災害にあった島を助けてもらおうということでモアナが旅に出て、でマウイを探す物語になるんです、前半は。ところが実際にはその英雄マウイに心の傷があって、自分はみんなが望むような英雄になれなかったし、自分が手を出した結果世界はもっとやばいことになった、だから自分なんていない方がいいんだ、だけど自分はみんなに頼られたいんだっていうアンビバレントな気持ちを掲げているんですね。こういうその男性性の脆弱さ弱さというのは、例えば2分の1の魔法とか他の作品の中でも繰り返し描かれることによって、だんだん焦点化されてきた。で実はディズニーの例えばプリンセスものと言われるような白雪姫の中には、王子様出てきますけれども、キスもしますけれども、セリフもなければ名前もないんですよ。無個性。無個性。シンデレラも無個性。無個性で、何があるかというと、その王子様というポジションしかないんですね。でこれはだんだん少し眠れる森の美女になると個性と名前が与えられ、でそこから90年代のプリンセスものになるともっとキャラクターが与えられ、場合によっては盗賊だったりあるいは市民だったりっていう、権威力すら持たないというふうになっていくんですが、初期のプリンセスものは女性をステレオタイプ的に描いたと言われるが、男性の描かれ方も超ステレオタイプ的で適当だった。確かに出てたっけぐらいの存在感の薄さですよね。薄いですね。確かに。で白雪姫はどっちかというと7人の小人の方がやっぱりいいんですよ。そうですね。たくさんの人々でそれぞれ個性があるっていう、その多様性が描かれてたのがむしろ白雪姫の7人の小人だったりすると、でそうした中で例えばそれぞれの英雄だと思われていた人も弱みを感じているとか、2分の1の魔法ではある種理想化された父親を追い求めてるんだけど、結局というかなんだかんだで自分の頼りないと思っていた兄との和解や尊敬っていう身近な他者っていうものを理想化するのではなくて、自分との対等なパートナーと見続けていくという、なんかそういった友愛や兄弟愛の話になっていきましたよね。2分の1はあとお兄さんの願いを叶えてあげるところを遠くから見ているっていうのがクライマックスだから、さっき言った応援っていうか、そうですね、自分の夢じゃなくてもっていう着地でもありますもんね。なおかつその主人公のうちの一人のイアンがですね、兄に見守られ続けると、つまり自分のことを最も理解して見守ってくれるのは誰か、自分は自分のことをナード、要はそのなよなよしたオタクでダメな人だっていうふうに自己認識してたんだけど、そうじゃないっていうふうにずっと言い続けてくれたのも兄だ。ある種言葉による和解と冒険による和解っていうものが男性同士で描かれたっていうのがある意味画期的だったんですよね。確かに。僕2分の1の魔法すごい大好きなんだけど、もう一回見たくなりました今ね。いい作品ですよね。はい、ということで有害な男性性という2つ目のキーワードでございました。ちょっとでもなんかお話を伺ってるだけで全部見直したくなりますね。やっぱね。そうなんですよ。さて、では最後の3つ目のキーワードいってみましょう。こちらです。人種やジェンダーだけじゃない見落とされてきた違い。さて、はい、今回のウィッシュでも例えば主人公の人種とかそれからジェンダーというものに着目をされがちで、なおかつ今回恋愛要素がどれだけ出てくるのか出てこないのかっていうのも着目されていると思うんですけれども、一点補足的に言っておくと、今回の主人公は未成年なので、さあどう描かれているのかっていうこともぜひ注目してほしいんですね。でただその多様性って話をすると、今は宗教かそれからジェンダーかそれから出身エスニシティ、こういったものが着目されがちで、キャスティングが誰になるのか、どういった人種になるのか、どういったセクシャリティなのかが注目されがちなんですが、実はそれ以外の多様性や幅というものをディズニーおよびピクサーはすでに描き続けてきていたんですね。でそれは今回のウィッシュの中でも少し垣間見えるようなところというのがありました。でどういうことかというと、最近ですね、例えばニューロダイバーシティ、これは神経多様性ということで、それこそ自閉症とか発達障害とかも含めて人の特性ってそもそも差があるよね、で朝型の人もいれば昼型の人もいれば夜型の人もいるんだけど、この世界って朝型向きに作られていて、夜店やってないし、なんか朝出勤しろと言われるし、学校も朝に来いと言われると、ソフトウェアアップデート夜間にしますかとかですね、そうするとその朝
に適用できない人ってなんか勉強についていけなかったりいろんなカルチャーに置いてかれたりっていうハンディキャップを背負うことになったりする、そうしたことをニューロダイバーシティということで発見したりしてるんですね、あるいは性格多様性、要はいろんな人にはそれぞれの性格があって相当程度は遺伝とか生まれた要素とかいろんな背景とか環境によって決定づけられたりする。自分の性格って自分でなかなか選ぶことができない、なのにこの社会ではこういった性格はいいとされててこういった性格は頼りないとされている性格評価社会で、で恋愛とかあるいは友情とか経営とかもこういった性格評価社会の中で成り立っている。だからそういった中でこの10年間ディズニーはこれまでの社会では性格として評価されてこなかったというキャラクターにむしろ焦点を当てて、その人たちにもそれぞれの生き方があるし、それぞれの悩みがあるし言葉があるんだということを、例えば2分の1の魔法なよなよしたというふうに言われがちな主人公、私時々レッサーパンダ、怒るとあるいはハプニングというかパニックになるとレッサーパンダになる主人公、そしてシュガーラッシュなどで悪役だと思われて悪いやつだと思われているけど、普通に友達が欲しいって思ってるキャラクター、こうしたものを描き続けてきた、あるいはファインディングドリーなど例えば物を忘れてしまう、あるいは尾ひれが他の魚と違って右左非対称である、こうしたような特徴を持ったキャラクターたちがにぎやかに生活をしているという様子を描いたりする、つまり、障害とかそうしたような言葉だけでは言い表せられないような、神経とか性格とか文化とかの多様なキャラクターというものを次から次へと登場させては、人々に受け入れてもらってるっていう、そうした作品を作り続けているのがこの10年のディズニーなんですよね。確かに。しかもそれによってまた新しい物語の形とかバランスっていうのを生んでるわけですもんね。そうですね。それがクリエイティブにつながってるっていうか、私時々レッサーパンダは例えば恋愛要素のなさとか、あるいはそのアジアンコミュニティを描いたっていうところの、新しさみたいなのが描かれてたりするんですけど、私リロ&スティッチという作品がとりわけディズニーの中で好きで、リロ&スティッチというのはスティッチと同じようにある種人工的に開発されたモンスターが次々と地球上にやってきて、迷惑を起こす、トラブルを起こす、でもアニメバージョン、シリーズもののアニメバージョンだと、それぞれのキャラクターに居場所が与えられることになるんですね。例えば火を吹いて止まらないっていうキャラクターだったら、じゃあ中華料理屋で鍋を温めてもらいましょうとか、そうしたいろんな人に居場所と出番を発見していくっていう物語なんです。でそれをある種性格多様性や神経多様性といったようなところに着目をしながら、いろんなキャラクターまだディズニー描いてきてなかったじゃないかという発見をして、でこれは正しさのために描こうというよりは、こういったキャラクターなかったから面白くないとか、このキャラクター出てきたディズニーどうなるのみたいな、そしてこういったキャラクターの自分と似たような人が描かれてなかったって気づいたクリエイターたちが、なんか良いことというよりは、面白きこととして描いて、チャレンジングして、そのチャレンジがどう着地するかは作品次第なんだけど、そんな挑戦というのがあちこちで行われている。だからそういったようなものを繰り返してきた果てに、今回の作品にも実は主人公の友人たちには多様な性格多様性を持った人たちが現れて、一人として同じ性格の人はいない。でその人たちもそれぞれの中のキャラクターとして悩んでたりとか、相談できない人とかおしゃべりな人とか、無言の人とか、いろいろいるんだけれども、なんだかんだでみんなでチームアップできる、それはベイマックスみたいにチームアップできるっていうのが今回の作品でも描かれてますよね。そう結構さ、友達チームの人数が多いじゃないですか。多いです。そうだからこんな出す必要あんのぐらいさ、いっぱいいるんだけど、そういうことでもあるんですね、やっぱりね。そうなんですよね。だからこれを例えばジェンダーや人種という格好で注目するのもとても大事なんですけれども、でもアニメとか見るときも、これが一番自分に近いかなとか、そういったキャラクターを探したり、自分が好きになるキャラクターってこういったキャラだよねみたいなのを探したりっていうキャラ探しを作品の中にしたりするじゃないですか。推しキャラとか、自分に近い共感キャラとか、そうした意味でキャラクターがたくさん出てきたり、今までとレパートリーが変わるっていうのは、これまでの作品の中では見つけられなかったキャラクターを見てる側が今度の作品なら、この人好き、このキャラクター自分みたい、それらに出会うチャンスを作っているとも見れるんですよね。でも本当におっしゃる通り、それによってまたそのクリエイティブとしても進んで、要するに我々はフレッシュなものを見れて、だから大したもんだなっていうか感じしますね。そうですね、ディズニー作品だけではなくて、最近の、映画やドラマの批評の中では、確かにこういった多様性がどう描かれているのかに注目をする批評というのは多くあり、それはとても重要なことです。ある種それへの反動として作品に多様性をあえて持ち込むなみたいな批判もあったりするんですね。ただこの批判や見方というのはいろんな側面を見落としてしまっていて、一つはディズニーなどの大手企業というのは当然マーケティング的な仕方で、より
可視化された人々というものに届けようとする、そうすると例えばエスニックマイノリティとされたような人たちが今アメリカでも当然増えているので、その人たちのようなキャラクターが登場するように考えようというふうにするのはまず自然だと、でも一方でクリエイターという存在というのはなんか批判を恐れる脆弱者でもなければ、何か正解を押し付けるなんか伝道師でもなく、チャレンジをしたい、今までにないキャラクターを生み出したいという、そうした欲求を持っているわけですよ。そんな時に例えば自分みたいなキャラクターを出そうとか、今までのディズニーの中で描かれてないキャラクターを出そうとなった時に、より多様なキャラクターを模索していった結果、今の社会が求めているような構成さとマッチするときにそれが選ばれることはあるんですね、ただそれだけで作品が作られるということはないので、そうした意味で今回の作品も一体どういったクリエイティブなキャラクターを楽しい良きものとしてクリエイターたちが作っていったのか、そんな観点から見るといいんじゃないかなと思いますね。なるほどね。さっきのだから例えばレッサーパンダとかって、もちろんその東洋系でなんとかでってあるけど、なんだろう、年頃のオタクな女の子の燃える姿とか、あんま見たことねえなみたいなのとかもすごい面白かったし、なかったシーンですもんね。そうだからでもあれをやっぱみんな自分の姿を見つけて、世界中の人が、だからそれマーケット的にも正しいし、あとなんか怒りっていうとかさ、こうわってなるっていうことをこういう風に落とし込んだ話ってあんまやっぱ見たことなかったから、ちゃんと肯定してあげるっていうか、あれもやっぱ多分世界中の特に若い観客が自分のこうわってなる感じを肯定されたっていうあれで、だからマーケット的にも正しいし作品としてもフレッシュだし、言っちゃえば政治的にも正しいみたいな、だからウィンウィンウィンっていうかね。そうですね、大したもんだなって、ね、怒りに着目した作品も確かに今指摘されて気づいたのは、最近少しずつ出てきていて、それこそマイエレメントをどう自分の怒りをコントロールするかって話として進むんだけど、さあどうなるかとか、怒りにはちゃんと理由あるよとかね、それを抑え込めばいいってわけじゃないよみたいな。そうですね、インサイドヘッドもそうでしたよね。本当インサイドヘッド2がすごい楽しみでね。そうなんです。思春期で頭の中が作り変えられてしまうこれは大変大変ですね恨みとかつらみとか妬みとかどうなるのかとかいやもう見事でございました。ちょっとコンパクトな中にもどうですか、ちょっと見直したくならない？またなんかやっぱり世界的な企業がこういうメッセージをアップデートすることの大切さをすごく感じました。やっぱり昔の作品を見てたから、女性はこういうものなんだって子供の時にお迎えが来て幸せになるんだとか、男の人ってこういう人が素敵だよねってやっぱり昔のディズニーではあって、でもちゃんと時代に合わせてこういうものを作ってくれるから、これからの子供たちはこれがスタンダードになるわけだし、なんか世界の企業ですけど日本の作品ももっともっとこういう視点のもの増えていってほしいなって、ディズニーがもちろん世界をリードしていく中で思いましたね。確かにね。あとやっぱその批評的に読み直していくことっていうのの面白さっていうかさ、やっぱさっきの白雪姫はやっぱ真の小人との暮らしが肝でしょ。そうだよ、それ確かにみたいなそう思いますね、そういうのもすごく面白いし、ということでちょっとこの話聞いてからウィッシュ見るとまたちょっとだいぶ面白みが、バンバンみが、増してくるんじゃないですかね。ということで改めてちょっとおさらいをしておきましたけど、こうやって見てきましたけども、こっからディズニーその100周年記念である意味これまでのディズニーとまた新たに行きますよって宣言にも取れるウィッシュでしたけど、こっからディズニーどうなっていく、あるいはちょっとまだ残ってる課題っていうのがあるとしたらどんなあたりですかね。そうですね、ウィッシュに限らず例えば自分たちで願いを取り戻して叶えようってなった時にウィッシュを見て少しの感想としては、でもそれ自己責任になるのみたいな気持ちもあったんです。で今これ実はまさにアメリカが抱えている課題で、もうちょっと社会的な部分を分厚くしていかないといけない。今までアメリカドリームって言って他の国よりも自由で夢を叶えられる国かのように言ってきたけれども、教育的なところでいうと水準はどんどん下がってしまっているし、貧富の差も激しいし、人々の願いって叶えられるよっていうふうに言っときながら、実際には叶えられないという状況を作ってしまった国、それに対してどう向き合うのかっていうのはディズニーはやっぱりその一つのナショナルカンパニーとして向き合うというのもありますし、世界中に対してもそうした課題というもの、つまり今後どういったウィッシュを叶える装置を描くのかっていうのが一つ肝になるかと思います。でもう一つは今言った性格多様性とかある発達特性とか、そうしたキャラクターの多様性っていうものをさらにどう描いていくのかっていうこと、これはまさに今後想定されているインサイドヘッド2とか、それからズートピア2とか、それからリロ&スティッチが実写化されるんですよね。実写化というか実写風化というかね。実写風化というかそうです
実写とは何かという話がありますけど、うんで一方で白雪姫、モアナと伝説の海とかアラジン2、あるいはムファサ、ザ・ライオンキングみたいな、ムファサでやるんだ。ムファサでやるんですよなどなど、あとはトイストーリー5、アナ雪の3と4などいろんなものが待ち構えてるんですね今、となった時に不安な作品もあるし、はいでつまりそれはキャラクターどこ、うんみたいな、うんどうなるのかなっていうところもあるし、でもここはやっぱりやるんだなみたいなものはリロスティッチとインサイドヘッド2、うんここはやっぱり今言った流れですと、はいはいまずここを書きながら、はい新たな物語に羽ばたいていくんだなっていうことも感じるところなので、その2つは確かにそうですね、一番期待できるあたりで、そうなんですよ。あとやっぱそのズートピアは、はいそのもちろん前のも素晴らしかったけど、うん今わざわざ続編やるならただ作るってことはねえんじゃねえかみたいな、うん結構ある意味難しいというか危うささえ抱えた難しさがある作品だと思うけど、どう来るかなみたいなのはね、そうですねお手並み拝見というかなんていうか、そうね、そのあたりはその遺伝について社会科学的にどう研究するかも研究分野で進んでいたりするので、ある種生まれによって決まるっていうわけじゃないっていうことを、どうアニメーションの中でクリエイティブに落とし込むのかと同時に、やっぱり人々が面白がれて、でなおかつこれを見たら誰かとつながりたくなるみたいな、そうしたなんかこうウィッシュを埋め込めるような作品になるのかどうか、そこはやっぱり注目したいですよね。面白いね。でもそのうまくいってないだろうとなんだろうと、その、ね、狙いを常にさ、針の穴を通すような狙いを常に盛り込んでるわけだから、やっぱディズニー作品を見る、面白いですね、面白い体験ですね。これらを踏まえておくと、なぜダメだったのかも語れるようになるので、どの作品がダメだったかはこれからもしかしたらダメな作品もあるかもしれないし、全部ヒットするかもしれないけど、100発100中なんてきっと無理だから、そこを踏まえて批評したいですよね。でもまあそれも込みでやっぱり興味深いインタレスティングなディズニー世界っていう感じだと思いますね。はい、ということで、月さんありがとうございます。いやもうまた本ができちゃうよこれでね。はい、どなたかどこかの版元あれば今もう群がってますよ、バーッと来てますよこれ。ということで、月さん最後にお知らせ事など。はい、セッション毎日ね、夕方6時から夜6時から9時まで、以前アトロクを放送していた時間帯に今あんなね今私たちがやっておりますので、ござ丸めてパッてできましたね。ということでね、セッション引き続き聞いていただければと思います。最高の番組ですよ。ということで、本日はディズニー最新作ウィッシュ公開記念、ディズニー作品が描いてきたウィッシュ願いとは何だったのかの特集でした。荻上チキさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。After Six Junction ハッシュタグ歌丸